どうもステップスポーツ東京本店のひろいちです。さあ、今回紹介するのはポカオネオネの人気モデルの新作カーボン X2 です。前作との比較からどこが変わり、どう走りに影響し、どんな方に合うのかということをご紹介していきます。最初に言います。このシューズかなりおすすめです。前作よりスピードが出しやすくてかなりいい感じですので、ぜひ参考にしてみてください。それでは早速商品紹介へ行ってみよう。まずは前作と比較しながら商品のポイントを紹介します。はじめにアッパーです。ここがカーボン X2 の一番のポイントです。とにかくフィット感が強い。アッパーはエンジニアードメッシュを採用しており、前作のカーボン X と比べると補強が多くなっております。特にシューズの紐を通すアイレットと呼ばれる周辺の部分と足首周りは補強がかなりあります。何よりも大きな改善があったのがかかとのフィット感です。前作はアッパーが全体的に薄くなっていたので、かかとがちょっと緩く感じてしまう人が多かったんですが、今作は気持ちいいフィット感に変わりました。ちなみにカーボン X SPE は前作のカーボン X のかかとのフィット感を改善するためにたくさんの補強を入れて誕生したモデルなんですけども、ちょっと重量が重たくなっております。でもカーボン X2 はかかとのフィット感をカーボン X SPE よりもさらに良くしながら、前作のカーボン X と重量があまり変わっておりません。それにアッパーに厚めの補強を実現することでフィット感めちゃくちゃ良くなっているので、体感的にもかなり軽く感じます。実際に足を入れた瞬間もフィット感の強さがすぐに分かります。シューズの中で足がしっかり固定されて動かない。ダッシュをしても接地のブレが全然なくて、足の形を保持してくれるフィット感の強さを感じました。やはりスピードを上げてもしっかりフィットしてくれるシューズはめちゃくちゃ走りやすいです。これはぜひとも試していただきたいです。続いてミッドソールです。これも見た目から変わっているのがよくわかります。クッションの素材は前作と同じプロフライミッドソールを採用しておりますが、より空気を目いっぱい入れることでクッション性と反発性が増す作りになりました。さらに前作と比較してみても、ミッドソールのこの上の色の変わってる部分ですね、この部分が厚くなっており、その感覚を強く感じることができました。実際に走ってみても前作よりも上に飛んで跳ねる感触を感じられて、フィット感も良くなっておりますので、自然とペースが上がってしまいます。ちなみにカーボンプレートの入れ方は前作から変更はございません。そして特徴的なのが形状ですね。じゃん、ソールが後方にせり出していますね。それに二股に分かれており、とても目を引く形状になっております。結論から言いますと、これはヒールストライク時の安定感を高めるものだと考えております。後方にせり出したソールのおかげで接地の早い段階から足の転がりをガイドしてくれます。前作よりも早く地面に到達して、そのままカーボンプレートに乗っかって勝手に前に進む感覚がありました。そして二股に分かれることで、この間部分に力の逃げ道を作ってブレずにまっすぐ力が抜けていくように設計されております。ヒールストライクでの設置は断然今作の方が良かったです。正直僕はかかとあんまりつかないので、最初走った時にこんな見た目が特徴的なのにあんまりありがたみないなと思っておりました。しかし後半疲れて腰が落ちてきてヒールストライクになった時にめっちゃ安定する、ありがとうと思いました。そのためヒールストライクの方はもちろん、普段ミッドフットからフォアフットの方でも、レース後半疲れてきて腰が落ちてきた時でも大きな失速を防いでくれます。最後にアウトソールです。アウトソールも前作と同じ
ラバライズド EVA を採用しております。この素材は上のミッドソールのプロフライミッドソールよりも少し硬めの素材になっております。これが前面についていることにより、どこで着地してもミッドソールを潰して反発力を得られるので、推進力を感じやすくなっております。さらに注目すべきはアウトソールの厚さです。前作と比べても明らかにアウトソールの厚さが薄くなっております。それにアウトソールの面積も前作より狭くなっております。この形状によりミッドソールの柔らかさや反発性をさらに増しながら重量を軽くすることができております。これもポイントです。アッパーの補強が増したのに前作よりも軽くなっているんです。前作のカーボン X が27センチで 241g に対して今作のカーボン X2 は 239g で 2g 軽くなっております。2g と聞くとそれほどではないかと感じるかもしれませんが、さっきも言ったようにアッパーに補強を入ってヒールカウンターもつけて軽くなっております。これは素晴らしいです。ちなみに僕の感覚ですが、ミッドソールの素材が厚くなったことによって着地時の柔らかさをより感じることができるようになりましたが、前作と比べたら少しだけブレを感じるようになりました。それでもブレは小さいので気にしなくて大丈夫だと思います。それに接地面積が狭くなった分安定感が損なわれると思ったんですが、もう全然そんなことなかったです。むしろアッパーを改良したことで前作よりも接地が安定します。ぜひ参考にしてみてください。続きましてターゲットについてご紹介していきます。マラソンで使うのであれば単走からサブ 2.5 まで使えると思います。メーカーの規格ではサブ3からサブ 3.5 が目安になりますが、僕はもっと幅広いランナーにお使いいただけるシューズだと考えております。ポイントとしてはアッパーの補強が増したこと、そしてミッドソールの発泡率が高くなったこと、接地面積が減少したこと、この3つのポイントから前作よりも接地時間がかなり短縮される走りになりました。アッパーの補強が増したことにより地面に接地してから離れるまでに足の形が保持されることで地面から反発をもらいやすくなります。そこに発泡率が高くなったミッドソールも加わり、さらにより上に弾むように足離れが速くなりました。また接地面積が狭いことは地面との摩擦が減ることにもつながります。これらによって結果接地時間が短縮された走りになります。つまりカーボン X2 は前作のカーボン X とカーボン XSP に比べてより接地時間を短縮しやすい走りができるようになり、より速いスピードにも対応できるようになったということです。速いスピードに対応できるようになったということで、より短いハーフや10キロのレースでも活躍するのではないかなと考えております。ただ今作になり接地時間が短く弾むような走りがしやすくなった反面、前作の方がかかとからついてつま先に体重が移動している感覚が強いです。ですが前作は接地時間が長くなってしまうために、より速いスピードを出したい時に足がすぐについてこない感覚がありましたが、今作だとすぐに足がついてきてくれるのでスピードを出しやすくなりました。ちなみに先ほども言いましたが、ヒールストライクでの安定感も抜群なので初心者の方が使いにくくなったわけではないです。あくまで前作のカーボン X で獲得できなかったより上級者層もカバーしていると考えると、さらに使いやすい層が増えたと言えるとも思います。続いてサイズ感ですが、いつも通りのサイズ感で問題ないです。ただ前作と比べると中足部が絞られて指がちょっと広がってしまうのと、生地が硬めなのでタイトに感じますが、サイズを変えるほどではないかなと思います。それにホカオネオネのソールは屈曲しないため、指先が余ってしまうと力が入れるポイントをかなりずれて走りづらくなってしまいます。
できるだけ指先は余らせないサイズ感の方が良いかなと思っております。続いてカラー展開は手に持っている赤色とこちらダークシャドウとディーバーブルーの3色です。ちなみにこの赤色は1月1日に発売されたレッドパックの一つになります。他にもドンこれらのシューズが発売しております。かっこいいですね。ちなみに私はこちらのブルーを買いました。こちらもかっこいいホカオネオネらしいカラーリングですね。最後までご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。僕は試着した時にこれだと思ってすぐに買ってしまいました。本当にびっくりするぐらい前作よりも良くなりました。個人的にはスピードの出しやすさがかなり好きです。それに癖が少ないのでどのレベルのランナーでも扱いやすいと思います。ぜひ試してみてください。それではこの動画につきまして高評価、低評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。バイバーイ。はい、最後までご視聴ありがとうございました。デップスポーツカナダ店のマッキーです。はい、ありがとうございます。さて、ついに2021年になりましたが、なんか年々1年間が短くなっているように感じます。それをはっきりと感じたのが、ガキの使いのゴローちゃんのネタですね。去年と今年と同じような感じのネタなんですけども、どっちでも大爆笑してました。ただその中にデジャビュ感というものがかなり強く感じたので、ああ、1年ってあっという間なんだなというふうに感じております。皆さんもぜひ1年1年大切に生きてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。